でさ、この、わからなかったこの、離脱した人をよく思い出しますって書いてんだけど、これなんで思い出すんだろうね。それはまあ、あれよ、みんな、一回こうね、落ちた時ね、なるじゃない、ならない。思い出す思い出しはしないけど、思い出すのちょっと、その意味が。思い出す。どんな意味よく思い出します。あの人たち元気でやってるかなとは思い出すけど、こう。それはその人それぞれだからわかんない。別に元気じゃなくてもいいじゃん。あ、そうね。なんだろう。なんで思い出すんだろうな。そね。れを書いたらいいかも。あ、そう。なんで思い出すのか書いて。チャンスだよ。どういう気持ちで思い出すのか。多分全部勘違いしてるから、全部勘違いしてるから、勝手に見てんだよね。なんかいろんなことを。きっとこうなって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 るんだろうなっていう。私とか、今、ジロータク合宿メンバー、させてもらってる。いいよ、ジロータクで。なんだろう、計らい祭りしてるの後からわかるんで、それを考えると絶対ありますね。そうだね。思い込んでることが。そうだね。ほぼ間違ってたもんね。あの人はきっとこうやったに違いない。そうやってさ、一緒に生活しててもそう思うことがあったんだよ。だから確認したっていうのも大事だし、自分だけの視点で見ないっていう。あ、ほら、どうなったんだろう、どうしてるかなと思い出しますだって。どうなったんだろう。どうなったんだろうってどういうことだよ。どうなったと思ってるんだろう。それもあるし。それはなんで思い出すんだろうね。かわいそうだから。でも何も知らないよね。裏で何が起こってたかとかさ、何も知らないじゃん。で、全部知ってるナレさんとかに聞いてるかって言うと多分聞いてないと思うよね。もう先生は何をどうこう言われる方じゃないので、皆さん知らないと思うんで。そう。いろんなことがさ、聞かれたら言うけど、聞かれなかったら言わないから、なんだろう。別に隠してるわけじゃないけど、あえて言うべきことでもないから、相手にも相手があることだしね。なんかいろんなことが。でも自分が離れたくて離れてるから。そう。現実がさ、ね、だから、ほら、聞いてないですって書いてんだけど、だから、何も聞いてなくて、何も知らなくて、そのなんか状況を予想して、きっとこうなんだろうなって思ってることっていっぱいあるだろうね。ありますね。それがあります。癖だから、癖なんだろうな。そう。だからそこがさ、多分日常生活とか全部自分の人生、計らい祭りやってると思うから、計らい祭りやめるといいよね。計らいを絶対やってるだろうと思って考えてたり言葉にできるといいけどね。なんか聞いてみたら全然大したことなかったりとか、なんか自分の思い込みに気づけたりとか、勘違いに気づけるから、もう本当に聞くだけ。時々思い出します。離れたことも確かに計らってますねって、きっとこうだろうなって。解禁賞をもらっても何もないけど覚えてるってことは、自分も見てもらって欲しかったのかも。なんか欲しかった。解禁賞。そう。だからね、何があってもどういうものを見たとしても、信じるかどうかっていうことだよね。何でも。絶対そこに意味があるわけだから、その、なんだろう、先生はすることだから、OK ってできる人じゃないと、なんかこれ、例えば先生がこのお水飲みなさいって言って、これ飲んでどうなるのとかじゃなくて、飲みなさいって言われたらもうそれがもう、なんか泥水だろうが何だろうが飲むっていう、なんかその 100% 信じるっていう、なんかそれが大事っていうか信じるってことなのかなって。なんかね、それが一回やると、あ、こんな良くなるんだってことが分かるわけよ。今日みたいな感じ。そう、今日みたいな感じ。計らいってほぼ間違ってるから。ほとんどそうですね。絶対間違ってる。結構なもう霊視とかできないから私たちはできないのに、なんか未来の心配されいや、できるのよ。できるんですか？10個のうち1個当たってるから。できると思っちゃうんですね。そう。合ってると思っちゃうんですね。そう。10個のうち1個合ってるから。あった経験があるから。そう。よく28の法則って言うけど、やっぱり2個か2個合ってんのよ。だからね、あの時も合ってたから今日も合ってるって思ってるの。でも確認した方がいい。仲良かったのにいなくなっちゃって寂しいなと思うことありますって。仲良かった。本当に？
いや、だからみんなそっちの同情してんじゃない？あの人たちみんなあんなに頑張ってたのに、先生、わがままだからねって。何も聞いてないよね。何も聞いてないよね。何も聞いてない。そしてさ、みんなそういう人たちの本性も見てないわけじゃん。私も本性を出してるよ、今。だけど、みんなさ、その人たちの本性見てないし、言ってることとか態度とか何も知らなくて、ようまあそんなこと言えるな。今の状態のメンバーでも本音出すってできてないから。そう。今本音の話になってきたけど。仲良かったのかもわからない。そうね。そう。みんな目的が違うって。いやー、ちょっとこれは結構皆さんこれだから、今日こういう話になるってことはさ、みんなこういうこと思ってる人多いのかもね。でも、ちゃんと、そう、こっちのサイドで見てる人は、みんな、これがベストだよねっていうことが納得できてるけど、だからこう、ね、現実は自分がちょっとまーちゃんが仲いいんなら離れても連絡あるんじゃないかなって。学校とかとくっつけて考えているかもです。退学になったりすると残念かわいそうみたいな。全然違う。だからやっぱ私が加害者で、みんなが被害者ってやっぱ思ってるんだろうね。まあ自分もそうってことか。そうそう、自分も被害者だよね。まあそういう生き方をしてるんだろうね。けどなんかそこはなんか視点が変わってくると見え方変わってくると思うんだけどな。そこを知りたいって言った方がいいね。私そういう見方をしてるってことは、このこと以外のことで家のこととかでもそういう見方をしてるってことだから、24時間被害者になってるってことね。だからここだけじゃない。さっきの YKK さんね、私は無料会員なのでとお返事が来たので、私もしばらく無料会員してましたと長々書いたら、ありがたいと思ってますとお返事。なんとかさんのペースで手返したら、はいで終わりました。それで圧が強すぎたのかなとなりました。わかんない。それは気にしすぎじゃん。気にしすぎだね。ただの会話のような気がする。なんか普通な感じ。普通だね。計らい祭りやってんのね。言い過ぎたから、なんかわかんない。普通だよね。ただの。先生は無料会員であろうと有料会員であろうとどなた様にも同じようにお祈りしてくださってるから。そう。ねえ。ピアノさん。自分が幸せになって周りも幸せになるために先生のことを信じてここにいるから、それ以外関心がない。そうだね。関心がないっていうのは正解だね。もう忘れちゃって。そうですね。もうそんな余裕。それどころじゃなくて。それどころじゃないです。それどころじゃないです。だから、なんかそういうこう、来るもの拒まずだけど、去るもの追わずっていう、なんかそれがね、出入り自由っていう。出入り自由。それよりね、私たちがいなくなった人をみんな追いかけてる人がいるっていうのはちょっとびっくりするね。自分が変わらないといけないと思って、ここにその変わりたいと思って勉強しに行くとか、いつの間にか自分は変えたくないってなってしまったそう。自分を見たくなくて。あんたら間違ってるよ。変わるのは自分の方が早い。変わるのは自分だよ。変わるのは自分。自分を大事にって言われるから変わらないっていうか、自分を大事にしたら、大事が違う。変わってくるんだけど。そこで言ってる自分っていうのはさ、偽りの自分じゃん。自分の中で何人もの自分がいますもんね。理想の自分とそう。いろんな自分がいて、いろんな立場の人本当だね。話すから、どれが一体自分の意見そう。そうか。人によってその出す自分が違うから。でもこうやってさ、あれだね。どんどん気づいて話が通じる人が増えてきてるから、やりやすくなるね。やっぱこういう話をしてるとすごい楽しいというか面白くて、そうでしょ。言葉がどんどん出てくる。そうでしょ。もう1時間喋ってるって分かんないでしょ。そうだ。分かんなかったです。でしょ。気づかなかったです。だからでも本当にもう10年11年やってきてるけど、多分最初の頃と全然違うと思う。